の日の夕暮れ、ウエストバージニア州の真ん中あたりにある小さな片田舎、ブラッドウッズの町で、エディ&フレディ・マイヤーズ兄弟は、友人のロイ・シェパードと学校の運動場でサッカーをして遊んでいた。おい見ろよ、でっかいフライパンが燃えて飛んでくぜ。突如轟音とともに真っ赤に燃えた物体が上空を横切ってエルク川沿いのバサウェイの方に落ちていったのであった。レイモンドさんちのフライパンだぜ。そこの夫婦喧嘩はこの町の名物だからね。ジョニーのママなんてまるでワンマンアーミーさ。おいおいおい、今日のは特別に激しいな。バサウェイの方まで飛んでいっちまったな。みんなを誘って見に行ってみようぜ。パニックインフラッドウッド。片田舎は恐怖のどん底に。ってなわけで、奥さんの浮気を疑った旦那が乳首にしびれ薬を塗っておいたんだとさ。次の日旦那が目を覚ますと、奥さんの隣でしびれて暴けてたのはなんと3軒先のじいさんだったって話だぜ。おーイエやだ、ジョニー見なかったかい？はい、アイリーン、今日もエロいね。なんだマイヤーズのガキどもか。ここには来るなって言ったろうが。帰ってママのおっぱいでも吸ってな。そうだ、ジャックなら倉庫の店の前で自分の姿と格闘中よ。いいから帰れ帰れ。なまだ疑問だわよ。いつものことだけど。イエスイエス。カモン。イエス。いや、それ。お取り込み中悪いんだけどさ。それは本当に自分のことが好きなんだ。終わることはできるかい？ブラッドウッズ上空で目撃された飛行体は全部で4、5機なんだ。そのうち1機もしくは2機が空中分解したように見え、1機が地主のベイリー・フィッシャーの所有地の丘の方に墜落し、数機がその後を追ったっていうんだ。ちょうどこの辺り、小学校の近くにその物体は墜落したらしいんだ。ちなみにブラッドウッズのあるブラックストン郡は人型 UFO が頻繁に目撃される地域であって、ブラッドウッズモンスターの騒動前後にもトカゲ男のような UFO が目撃される騒動が起きているのをはじめ、1962年2月には森の中に佇む全身毛に覆われた身長 1.8 メートルの獣人ブラックストンビーストが目撃されているんだ。この直前、ワシントン DC でも UFO 騒ぎが起きていたことから、現場にあった物体は UFO の一部であり、ブラッドウッズモンスターは地球外生命体なのではないかと一般的に言われているんだ。いいかいジョニー、よくお聞き。あんたはウエストバージニアの州兵でこの町の誇りなんだよ。しっかりとこの子たちを守ってやるんだよ。わかったかい？オーケーママ、俺に任しておきなって。2005年12月には山中に仕掛けられた野生動物観察用の無人定点観測カメラが直立二足歩行する謎の生物の姿を捉えているんだ。しかしこちらは人型 UFO ではあるが、画像が荒く細部はわからず、さほど身長は大きくないように見えるんだ。物体を目撃した3人に州兵のジョニー・レイモンドを加えた4人は、墜落現場から4分の1マイル、約400メートルほどのマイヤーズ兄弟の家に立ち寄り、母親であるクリスティーンに飛行物体のことを伝えたのであった。彼女は興味津々で懐中電灯を用意し、さらに地元の少年ライル・スタンリー、トニー・ヘイワードを加えて合計7人でフィッシャーの農場へと向かったのであった。しばらく進むと、周囲には目や鼻を焼くような刺激臭のある不快な霧が漂い始めた。なんかジョニーの服と同じ匂いがしたいかい？ジョニー、君のパパも参加なのかい？俺のパパは軍のマスタードガス扱いかい？軍といえばロズウェル事件ってのがあったね。詳しく教えておくれよ。いいだろう。
あの事件の概要はだな。1947年7月8日、空飛ぶ円盤が回収されたとロズウェル陸軍飛行場から報告があった。農夫ウィリアム・マック・ブレイゼルはニューメキシコ州のロズウェルから120キロ離れた J.B. フォスターが所有する牧場で働いているとき、奇妙な残骸を発見した。その残骸は金属のようだがゴムのような柔軟性を持ち、なおかつ木材でもあるように見えたが、削れもしなければ燃えもしない奇妙な素材で作られていた。さらにいくら変形させようとしても元の形に戻ってしまうという形状記憶的な性質を持つものであった。ほどなくしてジェシー・マーセル少佐と私服の男がブレイゼルに同行して牧場へと戻り、残りの破片を回収し、ロズウェル陸軍飛行場へと運び込んだ。墜落現場が農場であったためか、野獣馬が大勢集まり、飛行物体に異星人が乗っていた。その時に異星人らしき死体が回収された。など、様々な目撃証言が次々と出てくるのだが、実際に残骸に関わった者は数人であり、ほとんどが噂レベルの妄想に過ぎなかった。様々な憶測が流れる中、この事件に関しての政府の発表は、気象観測用の気球の事故であった。真偽は定かでないが、異星人の乗り物がロズウェル近辺に墜落し、異星人が回収され、生存していた可能性はある。しかし、この事件については残念ながら大規模な隠蔽が行われた。でもエイリアンが怒ってきたらどうするんだい？ジョニー、その時は子供たちを頼むわよ。おばさん、だから周平の俺がついてるんでしょうが、俺に任せておきなって。こんな田舎にエイリアンが来るとしたら、よっぽどの物好きよね。何かお目当てでもあるのかしら。なんだか目が痛くなってきちゃったよ。僕は今日のことを一生忘れない。こんな田舎にお宝なんてあるかってんだ。あるのはイケてる俺様とイケてないお前らぐらいなもんだ。我々は宇宙人だ。フラットハウスは我々が占拠した。でも頼りないな。ジョニー、本当に君で大丈夫かい？おいおい、仮の周平のこの俺だぜ。出かける時に俺のママが言ったことを思い出してみろよ。いいかい、ジョニー、覚悟しときな。あそこにいるのがあんたの将来の姿なんだよ。残念だけどね。違う、そうじゃない。お前の実力はそんなもんじゃないはずだ。バカ野郎が。そうだ、いいぞ、それ以上お前だ。おう、sorry。やめてくれ見ろよ、あそこになんかあるぜ。現場に近づいた一行は直径約10フィート、約3メートルほどの輝く火の玉のようなものを発見した。それは丘の頂上付近、右前方50フィート、約15メートルの場所に金属の焼けた刺激臭とともに異様な光を発していたのであった。さらに大きなカシの木の下に2つの小さな光が輝いており、エディが懐中電灯を向けたところ、謎の生物がその全貌を表したのであった。フフフフフ。